どうもベニマルでございます。早いもので2023年も終わりが近づいてまいりました。ってことで今年も買ってよかった機材ベスト5をやりたいと思います。人におすすめするという観点は一切なくて、ただただ自分が気に入ってよく使っているものを紹介したいと思います。早速行ってみたいと思うんですが、まず第5位はオリジンエフェクツの MEQ。上質なサウンドのオーバードライブですね。レコーディングの世界にパルテックという超有名な真空管イコライザーがあるんですが、それにインスパイアされたペダルです。といっても個人的にパルテック感はそんなになくて、それよりも音作りの方式に結構特徴があるので、それがしっくりきて使ってます。面白いのが一般的なトーンの代わりにミッドブーストとカットで音を作ります。これ控えめにすればクリアでワイドな感じで、ミッドブーストをガンガン効かせるとコンボアンプっぽいパンチの効いたミドルが出せますよと。自分こういうミッドブースト方式のオーバードライブが結構好きで、よく使うソウルドリブンとか似たところありますけど、結構オーバードライブってワイドレンジであってほしい時もあれば、ミドルを強調したい時もあって、どっちにもパッと寄せれるのが好きです。オリジンエフェクツのペダルは大好きでかなり使ってるんですが、どれも似てるようで結構得意不得意があったりして、今のところはミッドブーストの MEQ が一番自分に合ってるなと思ってます。続いて第4位はオールドブラッドノイズエンデバーズの BL44。 これはちょっと変わったリバースディレイですね。クロックを低下させることでこういった不思議な雰囲気を作ることができるペダルです。クロックを落とすとジーというノイジーなアンビエントになるのが良くて、最近ちょっと流行りつつある手法ですね。これは理屈でどうこうというよりは、思いっきりこの世界観を全力で楽しみましょうって感じの機材です。ドライ音を切ってエフェクトの音だけにするともっとすごくて、かなり物語を感じますよね。あまりに説得力があって、これだけでアニメとかゲームの BGM 一つ作れそうです。この前自分が上げた曲でもめちゃめちゃ使ってますね。理屈抜きで良いので、これは割と人にもおすすめです。第3位がアンブレラカンパニーのマヨネーズ。これつい最近動画にもしましたが、マフ系のファズですね。
系って割とワンペダルワンキャラクターというか、音作りに幅があんまり出せない場合が多いんですけど、マヨネーズはいろいろスイッチの効きが良くて、組み合わせていろんなかっこよさを出せるのが良いです。こんな風にジャリッとしたマフサウンドにもできるし、強烈なミドルでゴリゴリにもできると。ロシアンっぽい太さもオペマフっぽいバチッと感も出せて、個人的には全部乗せで圧倒的高音にするのが好きです。そして第2位、デスバイオーディオのディスターバンス。かなりエグいモジュレーションペダルですね。フィルター、フランジャー、そしてフェイザーとして使えるんですけど、特にフィルターのかかりがめっちゃ良いです。フィルターってシンセサイザーの世界では呼吸のように使われるんですけど、あんまりギターだと種類がなくて、しかもこういった強烈にギュワッとかかるフィルターあんまりないので助かってます。フランジャー、フェイザーとして見てもかかりが強烈で、このちょっと危うい感じがいいですね。最近はモジュレーションってマルチでやることが多くなってると思いますが、こういったアナログのエグさみたいなのもいいですよね。あとディスターバンスの大きな特徴として、モジュレーションの可変幅をパッと狭められるのが良くて、かかる範囲を調整したり完全に停止させることができるのも面白いところです。動かないフランジャー、フェイザーってなかなか新鮮ですよね。こういう面白い音も作れるし、普通に使うにも可変幅のコントロールってかなり大事で、必要な音にたどり着くまでのスピードがめっちゃ速いので、飛び道具に見えてかなり実用性の高いペダルです。そして栄えある第1位はアースクエイカーデバイセスのスペシャルクランカー。かなりシンプルなオーバードライブで、結構原始的というか小さめのコンボアンプをオーバーロードしたみたいなちょっとファーズっぽい歪みです。で個人的にこれのいいところは、ブースターっぽく使った時に強く弾いた時のニュアンスがめちゃめちゃよく出るんですよね。いきなり比較が始まりましたが、同じように弾いてるんですが結
構ニュアンスが違いますよね。MEQ もかなりダイナミクスのレスポンスは良くて、特に弱いニュアンスはすごい綺麗に出るんですが、スペシャルクランカーの方は強い方がよく出るというか、多分プリミティブな構造がこういう特性を生んでんのかなと思ってます。なのでディレイとかと合わせてリードギターとかする際にだいぶ突き抜けるような演奏ができるので、最近はサンフェイスの代わりに使ってます。好きすぎて色違いで2つ持ってます。あんま高くないのがいいですね。ということで今年良かった機材ベスト5でした。正直あまりに自分の好みと使用用途に特化したランキングなので、他の人が見たらなんじゃこりゃって感じかもしれませんが、何かしら参考になれば幸いです。ちなみにこの12月に個人的にかなり気になってる機材が出る予定でして、それが LINE6 の HX1。昔 LINE6 の M5 っていうマルチを超愛用してたんですが、それとかなり似たコンセプトの機材っぽいので、それがもし出たらランキングだいぶ変わっちゃうかもしれません。使ってみてよかったら動画にすると思うので、動画がもし上がらなかったら察してください。ということで今回は終わりたいと思います。ありがとうございました。